ましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今日はささやき雑談をしていきたいと思います。で、これは新年1本目の動画ということで、今年のブラウンとしての目標も聞いていただければと思います。皆さん、お正月はいかがお過ごしでしょうか？自分はこの正月はもうずっとゴロゴロしてダラダラして、いわゆる寝正月をして過ごしていますね。もうなので、もう顔とか髪とかもう全然ほんとボサボサで映せるものではないんですけど、この新年のご挨拶の動画を撮りたいなということで、ちょっと服だけ着替えて、でこのアングルで今動画を撮っています。で自分はこの正月なんですけど、元日に初詣に行ってきました。で元日の午後にお参りに行ってきたんですけど、やっぱすごい人でしたね。やっぱり午後だから多分ちょっと人は少なくなってるんじゃないかなと思って行ったんですけど、結構人がたくさんいて、お参りをするのにももう何十分も時間がかかりましたね。で、お参りだけじゃなくておみくじを引いたりとか、お守りを買ったりとかしたんですけど、もうおみくじを引くのにも15分くらい並んで、お守りを買うのには1時間くらい並んで、もうやっぱすごかったですね。人が何をするにも時間がかかりましたね。もちろん混むだろうなっていうのは知っていたんですけど、毎年ちゃんと正月元日にしっかりお参りに行かないと、もうちょっと気が済まないので、今年もちゃんとお参りできてよかったですね。で、おみくじも引いて、今年は小吉でした。小吉で、おみくじに書かれている内容も、読んだんですけど、結構厳しめのことが書かれていて、ちょっとほんと気が引き締まりましたね。新年からなんか改めてちょっと気合を入れて頑張んないとなっていうふうに思いましたね。皆さんはおみく
お年玉があるじゃないですか。どうですか、皆さん。お年玉もらったりあげたりしましたかね。自分はもう完全にお年玉をもらえる年齢ではなくなってしまいましたね。悲しいですね、本当に悲しいです。もらえないのが。学生の時はまだもらう側だったので、お年玉をいかにたくさんもらうか、1円でも多くどうやったらもらえるかっていうのがやっぱ考えてたんですよ。お年玉ってやっぱ子供の頃、学生にとっては、ボーナスみたいなものじゃないですか。だから、親戚に会いに行ったりして、自分から欲しいとかは言わないですけど、お年玉をくれるのを待つみたいなことをしてた学生、ちょっとがめつい学生ではありましたね。でも年齢的にそのボーナスはなくなってしまって、むしろボーナスを与える側の年齢になってしまったんですよ。で、なんか難しいなって思うのが、もらう人にとって少なすぎるとケチだなって思われちゃうかもしれないじゃないですか。実際はそんなことを思う人がいるかわかんないんですけど、そのもらう人が期待している金額よりも、少ないなとか思われたくはないので、例えばそのあげる人の年齢ごとに、この年齢ならこれくらいのお年玉が妥当かなみたいなのを考えて、多すぎず少なすぎない金額をお年玉袋に入れるっていうのが結構難しいなっていうふうに今感じてますね。あれって、でも正解はないじゃないですか。いくらあげなきゃいけないみたいなものは。だからこそそこが難しいなって思いますね。子供の頃は知らなかったその大人の大変さみたいなものを今ひしひしと感じてますはい。ブラウンの正月の過ごし方はそんな感じで、最後にブラウンとしての今年の目標を立てました。今年は毎月5本以上動画を上げたいと思っています。やっぱり動画投稿を一定のペースで続けることが本当に大事だなっていうふうに去年やっていて感じました。ただ去年はもちろんたくさん投稿した月もあったんですけど、あまり投稿できなかった月も一方であったりして、なかなかやっぱり一定のペースでずっと動画を上げ続けていくっていうのが難しいなっていうのを感じました。なので今年は投稿できない月みたいなものがないように、少なくとも5本以上は動画を上げることを目標にしたいと思います。皆さんが動画を見てくれること
年も寝る前とかリラックスしたい時とかに寄り添えるような音をお届けできたらと思っているので、改めて今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。